どうもこんにちは。今日はこのチェーンソー2つ、ゼノアの GZ360 とマキタの MCU35412 をちょっと比較動画を撮ってみたいと思います。最近このエンジンの購入して、今はこちらをメインに使っています。で、それまではずっとこの電気のものを使ってたんですけど、どれくらい性能が違うのかっていうのを見てもらえたらなと。では早速切っていきます。では第1回戦は 120mm 角の杉の木を切ってみます。はい、第2回戦は 120mm の今度はヒノキです。切れば切るだけいい香りが漂って僕は本当好きなんですけど、杉と比べると同じような長さでも全然重たさが違うんですよね。では切っていきます。はい、最後にワンピースでおなじみのレッドオークを切ります。薪にするとかなり良いということです。重さも杉やヒノキとは比にならないくらい重たいですね。で、すごい繊維質でなかなか切れないですけど、果たしてエンジンと電気ではどれだけの差が出るのか、ちょっとやってみます。
こっちがエンジンのチェーンソーで切った断面で、こっちは電気のチェーンソーで切った断面です。はい、こんな感じで杉の角材、ヒノキ、あとはレッドオークを切ってみました。まあエンジンの方がやっぱり圧倒的に強いですね。最近の電気のチェーンソーもそれなりに強いとは思うんですけど、まだまだエンジンにはかなわないのかなって、その稼働時間だったり、いろんな面から考えてですけど、でそうなってくると電気の方はどうなんだってなりますけど、個人的には静かですし、刃の状態もう少し良ければ、ちょっとこのレッドオーク切った時くらい、今回の動画ほど時間もう少し短くカットできますし、それこそエンジンのチェーンソーを車ではずっとこの電気の牧田さんでやってて、奥にあるこういった太い木も切ったり、あとシュロという毛むくじゃらな木があって、もうその木の硬さっていうのがこのレッドオークも比にならないくらい重たくて、もう切ってるなんというかなんかちょっと説明難しいんですけど、とにかく硬い木があって、それもこの電気のチェーンソーで切ってたりするんで、意外と使えますね。今日もたくさんカットできたんで、いや本当に古い家っていうのは家の隅っこの方にやたら資材置き場というか、その木が置いてあったりするんですよね。うちのおじいちゃんが残してくれたものなんで、大切にテントサウナに使いたいなと思います。本当にじいちゃん父さん世代にテントサウナが流行ってなくてよかったですね。もうこれだけやれば 2,3 年くらい、なんか 2,3 年は大げさか、しばらくはこれで汗かけそうなんで大切に使っていこうと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。